こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26FA 補強禁止縛りシリーズの10回目だよ。今回は3年目、2028年のオフシーズンを進めていくぜ。来季の契約の整理に入る前に、夏にトレードで獲得したヘイゲン・スミスとの契約延長交渉へ。投手の契約延長は慎重に、というプレイ方針だったと思うが、延長を考えているんだな。ああ、投手は怪我での長期離脱や、それに伴う能力低下のリスクがあるから、普段のプレイでは怪我に強いタイプ以外の投手とは、極力長期契約は避けるようにしているよ。ただ、投手がなかなか育っていない状況と、縛りのルール的に、気軽に他球団から投手を取ってこれないことを考えると、万全なら長年ローテに入ってくれそうなこれくらいの能力の選手は囲い込んでおくべきだと判断したよ。なるほど。もちろん金額次第だけどね。で、実際に交渉してみたところ、FA 前の4年間も含めた10年契約で、年平均1000万ドル程度の規模で合意できたよ。例のごとく、最後の2年にはチームオプションをつけているな。ああ、仮に不良再建化しても最後の2年の契約は破棄できるようになっているよ。能力や近年の成績を見ると、思ったよりもコンパクトな契約になった感じもするが、アスレチックス加入後の成績が芳しくなかったのも安く済ませられた要因だったのかな。ああ、あとはやっぱり、最低8年間を保証されるというのは選手にとっては大きいということかもしれないね。ではオフの対応に入っていこう。来季の予算はこんな感じ。ではまずは年俸調停権を持つ選手たちへの契約提示の決定から。今年5マイナスだったバザルド、ボルドロン、フラッソの3投手と、マンシーラの台頭で今季8試合の出場にとどまった内野手のゲロフをノンテンダーで放出したよ。年俸調停権を持つ選手が増えてきたな。ああ、徐々にチームの総年俸も上がっていっているよ。続いては年俸調停権を持たない選手の整理。今年は野手3人を DFA にしたよ。この3人とは新たにマイナー契約を結んだぜ。また、昨オフと今夏のトレードで獲得したペティ、クロフェンスティーンの2人を40人枠に。この2人は40人枠に入れておかないと今オフ FA になる選手。2人ともそこまで能力は高くないが、そもそも投手は頭数が足りてない状況だからな。ああ、今年も例年通りルール5ドラフトでリリーフ投手の補充が必要そうな状況だな。ちなみに、今年は他球団から DFA された選手の中に魅力的な選手はいなかったぜ。貴重な補強リソースから今年は補強なしか。あとは例年通りインターナショナルアマチュアのトレーニングへの招待と、プレイヤーデベロップメントラボの設定を行ったよ。このプレイヤーデベロップメントラボってどれくらい効果があるんだ？正直よくわかっていないよ。毎年スプリングトレーニング前に成功失敗の報告が来て、成功した選手は、確かに設定したメニューに応じた能力値が上昇はするんだけど、それ以外の能力やポテンシャル評価が下がっちゃったりすることもあるし、めちゃくちゃ失敗した場合にも当然能力が下がるから、本当にやるべきなのかよくわかっていないよ。なるほど、だから毎年トッププロスペクトはラボに入れていないんだな。ああ、このままいけば MLB までたどり着けるか微妙な選手の覚醒を期待するような感じで設定しているよ。もっとこうした方がいいというのがあればぜひコメントをお願いします。ということで、その後 FA 解禁日までスキップ。例年通り、マイナー契約で取れそうな選手に適当にオファーしておいたよ。ノンテンダーにしたオルドロン、フラッソと、DFA した後マイナーリーグ FA になっていたバイズも含まれているな。その後さらに日程を進めてウィンターミーティングに。ちなみに、マイナー契約のオファーをしていたフラッソは、パドレスとのマイナー契約を締結したみたいだぜ。ドラフトロッタリーの抽選結果はこんな感じ。全体1位指名権はパイレーツ、アスレチックスの1巡目は現時点で全体17番目の予定だぜ。ちなみに、今季ポストシーズンに進出しているから、アスレチックスは抽選の対象外になっているよ。じゃあ去年までと同じようにトレードの交渉をしていくよ。放出候補は誰になるんだ？契約が残りわずかな選手もいないし、特にいないかな。来季も勝ちに行く以上、残り保有期間3年のマイヤーズ、シンプソン、マイヤーらを売るのはまだ早いと思っているよ。となると、ダブついている野手を放出して投手を取ってくるくらいか。ああ、ただ縛りのルール的にすでに何年も MLB でプレイしている選手は取れないから、なかなか難しいんじゃないかと思っているよ。これが通常プレイなら、プロスペクト何人かを放出して投手陣を強化しに行くところなんだけどな。そうだな、まあ色々交渉してみて、いい若手選手が取れそうなトレードがあれば検討してみるよ。それじゃあウィンターミーティング終了までスキップするぜ。ということでウィンターミーティングが終了。今年は1件だけトレードを成立させたよ。成立したのはレイズとのトレード。MLB サービスタイムが1年未満の選手同士のトレードとなったぜ。まず放出したのは、25歳の外野手ヘンリー・ボルテ。今季トリプル A で打率3割1分、42本塁打、OPS1074、54.1の成績を残して終盤にメジャー初昇格し、メジャーでも少ない出場機会でインパクトを残していた選手だぜ。ただ、やはり外野手の層が厚く、なかなか出番が与えられないと判断して放出することにしたよ。そして獲得したのが、26歳の投手、ヘンリー・バイズ。
彼の名前を聞いてピンときた人がひょっとしたらいるかもしれないが、彼はゲーム開始直後の、ランゲリアーズを放出してシンプソンなどを獲得したトレードで、ランゲリアーズともう一人の対価として放出していた選手だぜ。当時はポテンシャル評価46のリリーフ投手という評価で、対価として求められた際に迷わず放出していたが、その後成長してオーバーオール49の先発投手になり、さらにまだ伸びしろも残しているよ。ゲーム開始直後ということもあって、スカウトの評価の正確性が低かったのが原因だな。彼は MLB サービスタイムが85日となっているが、まだ MLB での登板はなし。能力的には来シーズンからすぐ先発ローテーションに入ってくれそうな投手だよ。なんだかんだあってアスレチックスに戻ってくることになったが、ぜひ活躍してほしいところだな。ちなみに先ほど紹介したトレードで放出したランゲリアーズは、レイズ移籍後の3年間連続で30本塁打以上を放つなど、リーグ上位の捕手として活躍。今オフ FA となり、フリーエージェント市場の目玉の一人となっているよ。当時契約延長をしない理由としていた守備面も、移籍後の3年間でまずまずの数字を残しているな。代わりに獲得したシンプソンが毎年3005の5を残してくれているのが救いだが、あの時放出せずに、長期契約を結んでいればという感じだな。もう一人のメインの対価だったスアレスが全く成長しなかったのも痛かったな。ああ、彼がローテーションに入ってくるような成長を見せてくれていれば、このトレードも成功と言えていたかもしれなかったんだけどな。そしたら次はルール5ドラフトへ。今年は一人だけ指名したよ。獲得したのは28歳の投手、ジャスティン・ローソン。オーバーオール47のリリーフ投手だぜ。リリーフ陣の一角として期待しているよ。じゃあ次はインターナショナルアマチュアとの契約。今年は2人の選手を獲得したよ。1人目はドミニカ出身の内野手、エリック・モラレス。契約金320万ドルで契約したよ。強打の二塁手だぜ。そしてもう一人もドミニカ出身のゲイブレアル投手。残りの276万ドルで契約したよ。ポテンシャル評価66のリリーフ投手だぜ。コントロールに課題はあるが、将来のクローザー候補として期待しているよ。それじゃあ一気に開幕日までスキップ。他球団から DFA された選手から、投手のマイケル・クノールを獲得。クノールは28歳で、オーバーオール48の先発投手。チーム事情で、リリーフに回ってもらうよ。手薄なリリーフを開幕前に補強できたな。ということで4年目、2029年開幕時点のメンバーがこちら。投手や種別に、軽く紹介するぜ。まずは投手陣。トレードで獲得したバイズ、去年までクローザーだったマカルーが先発ローテーションに入っているよ。代わりにバキスタ、アーノルドあたりはリリーフに回っているな。ああ、実は2人とも能力評価が更新されたタイミングでスタミナが落ちており、バキスタが55から39にダウン。アーノルドも51から42までダウンしていて、共に先発を任せるのは微妙だと判断したよ。なるほど、あくまでスカウトの評価値だからまた元に戻るかもしれないが、これだと当面はリリーフとして起用するしかなさそうだな。ああ、やや誤算だけど、ここ最近のトレードで先発陣を強化できているから問題ないと思っているよ。ちなみに今季から先発に回るマカルーの能力はこんな感じ。スタミナは56と問題なさそうで、他の能力的にも先発として問題なくやっていけそうだな。一昨年にちょっとだけ先発した時は成績が振るわなかったのがやや不安だが、去年はリリーフとしても成績を落としていたから、心機一転頑張ってほしいところだよ。あとは、ピーターソンは先発陣に余裕があるということで、一旦トリプル A で待機してもらっているよ。去年は1年フルで MLB にいたから、FA 権取得を遅らせるためのサービスタイム調整も兼ねているよ。先発陣に怪我人が出るか、シーズン後半にリリーフ陣を強化したい場合は昇格させる予定だよ。続いては野手陣。ほとんど去年と同じ顔ぶれだが、今季からスタメンに入ってきたのが、セカンドのギレンと、センターのターリー。ギレンは、ウィルソンをレイズに放出したトレードで得た対価の一人。走攻守3拍子揃った内野手だぜ。前回の動画でも触れたが、昨シーズンはトリプル A で打率3割3分6厘、40本塁打、OPS1072、56.1をマーク。右投手相手にはいきなり4番を任されるなど、MLB レベルでも打力を高く評価されているみたいだよ。そしてセンターのターリーは、2025年のドラフト4巡目指名選手。長打力が高く、センターもしっかり守れそうな守備能力も備えている外野手だぜ。昨年はトリプル A で3割30本塁打100打点をマークし、防は 2.9。去年センターのレギュラーだったハニーカットと比較すると、若干打撃寄りの選手で、センター守備はハニーカットの方がやや優れているかなといった感じだぜ。今季は右投手相手にはターリー、左相手にはハニーカットという感じで併用されるみたいだよ。ということで、今季はこんなメンバーで引き続きポストシーズン進出を目標に戦っていくよ。開幕前の成績予測を見ると、相変わらずマリナーズ、レンジャースは強力そうで、ワイルドカード狙いが現実的になりそうだぜ。一応、この予測だとワイルドカード争いには加わると評価されているみたいだな。ワイルドカードだろうがポストシーズンにさえ進出し続けていれば、毎年世界一になる可能性はあるわけだから、どんな形でも毎年ポストシーズンには出続けたいところだぜ。それじゃあ、開幕時点のプロスペクトランキングを確認して今回は終わりにしよう。今回はトップ100に7人がランクイン。引き続きアルバレスがチームトップのプロスペクトと評価されているぜ。成長次第だけど、来年か再来年くらいに MLB デビューになりそうかな。マイナーシステムランキングでは、再び2位に浮上。1位のナショナルズには引き続き大きく差を開けられているな。
ナショナルズのトッププロスペクトたちは来年以降徐々にデビューしそうな見込みで、数年後には黄金期が見られるかもしれないな。ということで今回はここまでにするよ。次回は4年目、2029年シーズンを進めていくぜ。去年はレギュラーシーズン編とポストシーズン編で動画が分かれてしまったけど、今年は1本分にまとめられるようにサクサク進めていく予定だよ。投稿主の編集スタイルが、動画を編集しながらゲームをちょっとずつ進めるスタイルだから、もしポストシーズン進出を逃したらすごく短い動画になるかもしれないぜ。そうならないように選手たちに期待だな。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。